こんにちは、こんばんは、イノポンです。本日の課題は、2分の1、半分の厚みは4ポイントになるということを皆さんに知っていただき、基本として使っていただきたいと思います。では、よくわかるアナウンサーさん、よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。本日もよろしくお願いします。手玉のコントロールをするための分離角度のお話です。厚みで言うと半分。2分の1の厚みでつくと、先玉は30度に行きますが、手玉は上の導点を肘支点で軽くつくと、手玉は 22.7 度に向かうわけです。22.7 度に向かった玉は、もちろん、22.7 度で帰ってくるのは、皆さんもご存知の通り、二等辺三角形みたいな軌道を描きますよね。では、どういう風にイノポンは考えているのかをお話しします。図で確認しながらお話しします。手玉の分離角度は 22.7 度ですが、図をご覧ください。前回、最後に見ていただいた図を、今から、分離角度、手玉先玉の形を変えずに、くるっと回して穴前に、ゼロ振りの条件に持っていきます。ご覧の通りになりました。手玉の侵入軌道角度は 22.7 度になりました。これでセットが完了いたしました。見やすくするために、ビリヤード台を横にして、この図 22.7 度のお話から、お話ししていきたいと思います。クッションに入る角度で皆さんにご説明いたします。クッションに入る角度、出る角度をプラスして考えると 22.7 プラス 22.7 イコール 45.4 度になるわけです。4ポイントの場所は90度の半分なので約45度になるのです。あれって思う方もおいでになりますのでお話ししておきます。3クッションとは違うのではと疑問を持たれる方もおいでになりますのでお話ししておきます。3クッション 3C でポイントを結んだ角度は1振り 12.76 度、2振り 24.37 度、3振り 34.20 度、4振り 48.56 度になります。イノポンはポケットでは細かすぎる角度は必要ないので、ポケットでは A 約15度、1振り B 約25度、2振り C 約35度、3振り D 約45度、4振りにして計算します。4ポイントは45度っていうことにしています。今回の数字では、実際には 45.4 度に向かうわけですが、イノポンは約45度で覚えています。若干 0.4 度は誤差想定の範囲内で処理していますので、ご了承ください。つくみちゃん、2分の1は4ポイント45度って、理解できましたか？はい、わかりました。質問です。どこに手玉を置いても一緒なんですか？いい質問です。実は、ゼロ振りで発生する角度はそうなるってことなのです。これについては後々お話ししていきます。はい、わかりました。イノポンの厚み2分の1。4ポイント横システムですが、これを基本にして、いろんなポジションを取っていこうと思います。では図をご覧ください。図 1C を見てください。基本形の4ポイント横システムに加え、点線のラインが、第1クッションの入るところから平行移動するのが理解できますか？第1クッションから第2クッションへ行くラインのことです。A、B、C、D、すべて点線ラインは、平行に行くことが見てわかると思います。覚え方は、2分の1の厚みで入れるラインはクッションに、入った場所から4ポイントのラインに走る。第1クッションから45度に走るそれが4ポイント。これを以下4ポイント横システムとします。では次は、4分の1は約 16.2 度になるので、約 32.4 度に、計算上は手玉は動くのです。イノポンは、4ポイント横システムから
2分の1から4分の1になれば、1ポイント下がり、3ポイントに動くということで覚えます。図 1D で、イノポンの4分の1ラインとは、第1クッションから第2クッションへ行くラインを見てください。第1クッションに入ったところから、第2クッションへの点線ラインは、ABCD のすべて、平行に行くことが見てわかると思います。覚え方は、4分の1の厚みで入れるラインは、3ポイントのラインに走る。第1クッションから35度に走るそれが3ポイントです。これを、以下3ポイント横システムとします。では8分の1でつくと、さらに1ポイント下がり、2ポイントに向かうということで、イノポンは処理をしています。図でご説明いたします。図 1E、厚みと分離角度とポイントです。これも、一緒で、第1クッションから第2クッションへ行くラインを見てください。第1クッションに入ったところから第2クッションへの点線ラインは、ABCD のすべて、平行に行きます。覚え方は、8分の1の厚みで入れるラインは、2ポイントのラインに走る。第1クッションから25度に走るそれが2ポイントです。覚え方は、8分の1の厚みで入れるラインは、2ポイントのラインに走る。これを、以下2ポイント横システムとします。では、実演です。すいません。若くなりました。そんなはずはないのですが。昔、撮ったもので代用させていただきます。ハイテクではないシャフトでも OK という意味も込めての映像です。図 1A のライン、2分の1半分の厚みでついてみます。4ポイント走りますので、サイドスクラッチのコースに走ります。では、続きまして、B4 分の1の厚み。1ポイント下がり、3ポイントのラインに走ります。C8 分の1の厚みです。2ポイント走ります。入れる厚みによって、第2クッションへのライン、分離角度が変えれるということをご理解できたでしょうか？イノポンは、はじめは、全く気にせずついていましたが、とても重要なことなので覚えてください。A のライン45度4ポイント、B のライン35度3ポイント、C のライン25度2ポイントになっています。穴振りができる場合や振りがある場合、ひねりを加えることで第2クッションに出るポイントの位置を自分で指定できるのです。つくみちゃん、理解できましたか？簡単に言うと、半分の厚み。2分の1では4ポイント動き、その半分の厚み、4分の1では3ポイント動き、ってことですね。はい、わかりました。では、厚みを変えずに、手玉に振りがつくと、どういう風に、手玉が動くのかをお話ししていきます。0振りで4ポイントになるのは、皆さんもお分かりになったと思います。ここで、つくみちゃんに質問します。1振りにすると、どうなるのでしょうか1振りって何ですか？手玉の位置です。手玉の位置が0の振りから、1ポイント右にずれるわけです。なるほど、そういうことですね。意味がわかりました。1ポイント右にずれるわけなので、5ポイントに行くと思います。答えは×です。つくみちゃん。入る角度を見ると、クッションに入る侵入角度が詰まるので、22.7 度ではなく、約16度になるので、1振りにすると、3ポイントに向かいます。覚え方は、半分で0振りなら4ポイントですが、1振りなら3ポイントに向かいます。つくみちゃんに質問です。2振りはどうなるかということです。つくみちゃん、わかるよね？はい、もちろん。そういうことでしたら、2ポイントじゃないんですか？正解です。2ポイントに向かうということになり、ほとんど同じ場所に戻ってくると、いうことになります。3振りならどうなるかな？はい、わかりました。1ポイントに帰ってくるんじゃないんですか？正解です。半分の厚みで当たる条件ならば、
1ポイントに向かうっていうことになります。これが、厚み2分の1と振りの関係になります。自分で手玉をコントロールできる振りの基本が、一つできたので、穴前の球を誘導する際に少しなら手玉を振れるので、ラインが見えてくると思います。では、ここで横クッションでお話ししていたのを、縦クッションでお話ししようと思います。縦クッションの場合は違います。どういうことってなりますよね。先玉の位置は、コーナー手前にあり、0振りの条件では、4ポイントのところに走りそうだが、そのラインには走りません。実際に測ってみると、単クッションの長さと、長クッションの一つの長さが3センチメートルほど違います。穴の中で測ると A135 センチメートル、B130 センチメートルになります。A が5センチメートル長いのです。その違いで、実際のコースより少し後ろに行きます。厚み2分の1で同点半タップ上をつくと、第2ポイントに行くラインは、サイドスクラッチを避け、ポイント後に近いラインに走るわけです。ただし、台によっては、横と縦が一緒の動きをするクッションがあるので、その場合は通常の横クッションシステムで対応してください。では、どう動くのでしょうか？縦横クッションの長さに違いがあるので、第2クッションへ向かうラインも少し違ってきます。0振りラインは横では4ポイントでしたが、縦クッションラインでは5のポイントへ行きます。これは、第1クッションの入る位置が少しずれることもあり、手玉も0には置けない状態でもあるので、そのずれも換算すると5ポイントに向かいます。しかし、クッション自体は変わっていないので、1振りはスクラッチコースに近いコースで走ります。2振りは同じ場所のコースに向かい、3振りは1ポイント減るようなコースになることを覚えていただければ役に立ちます。どのラインにポジションするのか、一番先に考えて、厚みを正確に取り、同点をよく考えて対処してください。転がすような球をつくのか、しっかりとつくのかで、ネクストは大きく変わるのです。では実演です。0振りです。同点上をついています。5ポイントに向かいます。では1振りにセットします。同点は上です。厚みの確認をしています。ではつきます。向かうコースは、スクラッチに近いラインで走っています。では、次は2振りラインになります。同点は上です。置いた2振りの場所に同じコースで帰ってきます。このようにしてポジションプレーの基本を考えてやっています。本日の課題が知らなかったなぁ。勉強になったという方はチャンネル登録、いいね、お願いします。本日の課題は2分の1で4ポイント動くでした。では次の課題は、ひねりを加えるとどうなるのか、手玉はどこに行く軌道になるのか、振りと同点とお話ししていきますので、よろしくお願いします。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。皆様の腕が向上するよう、いろんなコツをお話ししていきますので、これからもよろしくお願いします。本日もありがとうございました。